今回やってきたご自宅はですね、 SNS で拝見をさせてもらってて気になってたご自宅にやってきました。由美穂さんです。よろしくおお願いします。普段ははいアパレルのお仕事そうですをね。メインで、はいはい、僕は実はX はい。で拝見したことがあって、はい投稿されてる写真からはい。センスみたいなものをあちょっと個人的に感じてたので、であんまり顔出しもされてないですよね。そうですね。謎めいた感じがあったので、ぜひちょっとはい。今回聞ければなとお話がと思ってたので、ぜひはい、よろしくお願いします。ワンルームのお部屋なんですかね。そうですね。1LDK になります。1LDK か。はい。でリノベーションの物件ということで、いつ頃からここは住んでらっしゃるんですか。去年の9月からここに住んでます。物件を選んだ決め手とか何かあったりします。そうですね。リノベーション物件をちょっと初めて見たときに、この天井と壁のコンクリートの感じと、あとは床が白のタイルで引き詰められているので、他の物件だと結構ウッド調のものが多い中で、結構部屋全体が広く見えるなというのがすごく惹かれて、この物件を選びました。玄関もはい。ちょっと土間スタイルというか、そうですね。すごく広くて人一人寝れるぐらいのスペースはありますね。あと僕結構玄関で今気になってるのが、はい。このステップはい。これもともとあってそうなんだ。可動式なので、私たちの足の幅に合わせてちょっと移動、これもちょっと面白いなと思って。土間は普段はどういう使い方というかあれですか。普段は彼が筋トレするスペースになったりとか、あとは友達がこう何人来てもみんな一斉に入れるようなスペースにはなってます。スニーカーよりはブーツとかの方が多いんですかね。そうですね。ファッションも結構モノクロが多いんですけど、でも私がこの中で一番気に入ってるのはジル・サンダーのこのシューズで、なんか結構自分の1年目の社会人1年目になった時に購入したものなので、結構思い入れのあるシューズにはなります。スニーカーはオニツカタイガーのものだとサロモン。アクセサリーとかもゴールドもシルバーも着用されるんですか。そうですね。その日のなんか気分だったりとか、もうファッションに合わせてゴールドにしたりシルバーにしたり選んでます。最近誕生日でいただいたジュエリーでブレスレットなんですけど、ベベットっていう例のもので、これゴールドですね。サングラスとかメガネもたくさんありますけど、はい、ここも普段は結構。一番上のネイティブソンズのアイウェア、オールシーズン使えるものが欲しいなっていうので購入して、グレーのレンズを入れていって、写真で撮っても目が透けるぐらいの印象にはなります。サングラスだとこちらの韓国で購入したブルーエレファントっていうブランドなんですけど、縁がグレーで透けている感じで、結構夏に着用してました。奥に香水ですよね。全部香水だとルームフレグランスも何点か混ざっています。最近でも一番大きいなのが韓国のライフスタイルブランドのノンフィクション、ウッドとあとイチジクとかが入っていて、オールシーズン使える。で隣のものはピーストークっていうルームフレグランス、サンダルウッドにカルダモンが入っているもので、柔らかい香りがします。使い分ける基準、それこそなんか仕事とかなんかそういうのってあったりします。そうですね。結構仕事っていうよりかはもう夏か冬かっていう形で使い分けていて、ロエベとかディプティックのものだと結構重めな香りがするので、この2点は結構冬に使っていたりとか、ノンフィクションは割と軽めなので、年中いつでもと、あと夏にメインに使ってます。これがアロマなんですけど、ウッドスティックにアロマを垂らして、これもなんかルームディフューザーっていう形で使ってます。日本のブランドですか。だと思います。続いてリビング。コンセプトとしてはヨーロッパのミッドセンチュリーモダンをベースに、友達がこう集まれる落ち着いた空間っていうのを意識してお部屋作りしています。椅子めっちゃ多くないですか。そうですね。はい。椅子がお好きなんですか。椅子が好きですね。あとは友達がよく来るので、友達が来ても座れる分には十分あるかなと思います。これがイタリアのブランドの LC2 っていう椅子になってまして、コルベジエのデザインをベースに作られたものになってます。この LC2 と同じブランドのもので LC1 といった椅子になります。ここはじゃあコルビジェで固めてるんですね。はい、ここの空間は固めていて、どの角度から見てもすごい美しい椅子で気に入っています。どうですか。音楽とかお好きですか。音楽好きです。あとはこのレコードは彼の趣味で集めていて、あと一番私が気になるのはこのレイニーっていうアーティストさんのレコード。去年ちょっと私がスイスに旅行に行きまして、でこれちょっとスイスのレコードショップで購入したものなんですけど、ジャケが可愛いなと思って購入しました。これがちょっとお土産ですね。スイスめっちゃ物価やばくないですか。はい、すごい高かったです。はい。キャビネット？はい、こちらをネットで購入しました。たまたまちょっと収納が少ない部屋なので、日用品だったりとか、ちょっと小物を入れる収納スペースが欲しいなっていうところで、たまたまこのサイズ感ぴったりとしたものがあったので、色味も気に入って購入しました。カメラとかは
普通にあれですか、お仕事でも撮影されたりするんですか？あ、そうです。仕事でも使えますし、最近購入したもので友達と出かけたりするときはもう iPhone よりかはこちらのカメラで撮影してます。それは YouTube で上げたりとか、なんか、はい、TikTok で上げたりとか。そうですね。SNS で上げるように撮影しています。SNS はなんか趣味なんですか？私は趣味の一部で。趣味だったのか。はい、いやなんか最初そう、X で拝見した時に、はい、何やってる人なんだろうみたいな感じになってたんで、はい、よく言われます。そうだったんですね。まあダイニングスペースがちょっと印象的な部分ですね。そうです。こちらがちょっとメインのスペースになります。2脚は椅子一緒で1脚だけ違うのか。そうです。東京都の文京区にあるファンアゲインというリサイクルショップで購入したもので、これは一目惚れで購入しました。木の質感と足が4つにこう分かれてるディテールがすごく気に入っていて、これ2脚同じものなんですけど、デンマークのブランドでフィリッツ・ハンセンの、アントチェアといったものになります。色味も結構カラー展開がいろいろあって、マカだったりウッド調のものもあるんですけど、ちょっとここは黒を選んでシックな雰囲気にしました。どうですか、この3脚の中で一番座りやすい、座り心地のいい椅子。はい、私がよく座ってるのはこの椅子ですね。はい、回転するので。本当だ、回転もするんだ。はい、仕事を自宅でテレワークで仕事する時とかも、この椅子を使っています。これダイニングテーブルも足すごいですね。なんかすごい足にこだわってます。これもヴィンテージですか？これはかなでものさんっていうブランドで、天板の色味だったりとか足もそれぞれ自分でもオーダー製でできるもので、天板の色味も木の中でもちょっと深めの色を選んだのと、あと足も一つの線付き2本線が走っているものがすごく気に入ってます。インテリアショップ巡りもすごく好きで、結構おしゃれなインテリアショップだとなんか全体的に低いものが多くて、これもちょっと目線を下げて吊るしています。これは IKEA のものになってます。IKEA なんですね。はい、へえ。すごい。だから上コンセント上にあるんですね。そうですね。上にはめて。でもそっか、ペンダントライトでコンセントタイプのものもたまにありますもんね。はい。さすがにここから電源引っ張ってくるとかないですよね。それはないですよね。はい、これがベルギー出身のファッションデザイナーのドリス・バンノッテンのコレクションブックに載ってまして、これが神保町の古本屋さんで購入しました。6月にディレクターを退任しちゃうということで、ちょっともともと好きなブランドだったのでコレクション見たりとか、あと私は仕事の結構参考にしていて、配置のレイアウトだったりとかも、こうデザイン制作をする上で参考にしたりしています。グレーのこの、これレール、これはそうです。これはもともとついていて、これは私のではないんですが、そうなんですか。まさかの実家で飼ってるビスンフリーゼの置物だったりとか。勝手に女性がやりそうって思ってたら失礼しました。違ったんですよ。はい、すみません。これもなんか結構モダンな感じですね。こっちから見ると。そうですね。ちょっと冬はコンクリートのお部屋なので寒くて、電気ストーブ今年購入したんですけど、その電気ストーブのデザインもいろいろ悩んで、ちょっとモダンな感じの黒をベースにしたのになってます。これがスペインの国王夫妻を迎えるにあたってドイツの建築家が作ったバルセロナチェアっていうものなんですけど、このスペースが結構ブラウンで統一したくて、ブラウンのものと、あとはクロスされてる足のディテールがすごくお気に入りで、なんかホテルのロビーだったりとかオフィスにもよく置いてある椅子になります。このサイドテーブルはザラフォームのものになってます。ちょっとコンパクトなサイズ感と、あと足がこれはゴールドになっているのが特徴的です。確かに意外とこの細さとか、こういうデザインあんまり見かけないかもしれないですね。はい。これは IKEA です。あ、IKEA なんですか。はい、IKEA さんで購入しました。あら、勝手になんかルイスポールセンとかちょっと形は似てるんですが、下にちょっとちっちゃいラグを敷いてらっしゃるんですね。はい。これ腹子を引いていて、これネットで購入したんですけど、結構模様もいろいろあって、ブラウンがちょっと多めのものだったりとか白が多めのものもあるんですけど、もともとの床が白のタイルなので、ちょっとブラウンのデザインが多いめのものを選びました。ここは寝室ですか。はい、寝室になってます。配管いいですね。むき出しむき出しになってます。あとこれあれか、ここはブラインド？そうで、ブラインドで仕切れるようにはなってるんですけど、この間にバルセロナチェアも置いちゃってるので、あんまり下げることは普段ないですね。これはじゃあ元々の設備でついてた。そうなんですね。寝室は何かこだわってるポイントというかあったりします？寝室のメインでこのライスペーパーシェード、ちょっと和テイストなものにしたりとか、あとはベッドシーツリネンを先ほどのポスターのロナンブルレックのポスターと色味を合わせて配色しています。一番上のベッドのこのシーツが H&M ホームのもので、あとはこの枕カバーがネットで購入したもので、ベッドのこのシーツが IKEA ですねで購入しました。
あとはファッションの話お伺いしていきたいんですけど、はい、お金のこう使い方としてはやっぱ洋服が一番多いんですか？そうですね、私は洋服が結構メインで購入してます。結構オーバーサイズで着ることも好きで、パンツで言うと私も結構身長がある方なので、フリーサイズで選ぶっていうよりかは結構大きめで、ちょっとズボンでもたるみがあったりするものを着用するようにしています。かけてるものがアウターだったりジャケットで、上の棚の方に T シャツだったりとかパンツを畳んで収納しています。最近購入してすごいお気に入りなものがクラネのジャケットなんですけど、なんか全体的にパールが入っていて、あとこう留め方がこちらの真ん中のボタンでも留められるっていうのと、あとこのサイドに入ってるボタンで閉めてもこうキュッとなるシルエットですごくお気に入りです。彼と一緒に兼用しているものではあるんですけど、代々木公園の古着屋さんで買ったシャギーのコートですね。なんかこの色と、あとはちょっとブルゾンのような形でオーバーサイズで着れるのがすごいお気に入りです。これも去年購入したトゥモローランドキャバンっていうブランドのものなんですけど、なんかトップスとしてもこう着れるのと、またスカートでこう履いても 2way でレイヤードして履いたりとかもしています。これもお気に入りです。トップスでもスカートでも、そうです。トップスだとここで肩にかけて着たりとか。そういう 2way って結構あるんですか？珍しいですか？結構でも最近増えたかなと思います。そうなんだ。はい、知らなかった。シャツでいうとシンプルな、これがプラージュっていうブランドのものなんですけど、なんかこうきれいめにも着用できる白のシンプルなシャツ。これも好きですね。トゥデイフルで購入した、ここに刺繍が入っていてレースの透け感があるのと、結構袖が長めなものが多くて、これもお気に入りです。あとせっかくなんであれですね、はい、今日のコーディネートも、はい、じゃあ上から下までちょっとお聞きしてもいいですか？はい、トップスがこれもキャバンのトップスになっていて、ここがパールのビーズになっているのがすごく可愛くてお気に入りです。でベルアのパンツが、これがザラですね。ザラのサイズ感も結構大きいんですけど、これも S サイズを着用しています。なんか裾の感じがちょっとたるむ感じで、床にギリギリつくかつかないかぐらいの丈感がすごく好きです。ラグジュアリーのものも購入しますし、ザラとか、ちょっとプチプラなものとミックスさせてスタイリング組むことが多いです。結構キッチンはどうですか？こだわってるポイントでいうと。キッチンは黒で統一していて、このタイルとかもちょっと DIY としてネットで購入したタイルなんですけど、大きさを測って全て貼りました。シートになってるんですか？そうですね、シールになっていて、一つ一つこう組み合わせて貼ったという形になってます。この電子レンジはシルバーと黒で揃えてます。バルミューダのもので、今月はニトリで購入したケースの中に毎回こう買うごとにお米を出してその中にしましています。可愛いですね。はい。でこの炊飯器がパナソニックのものになってます。めっちゃじゃあ結構自炊も普段は多いんですか？そう毎日自炊はしています。あ、そうなんだ。料理も好きなので、結構友達とか遊びに来る時とかも一緒に料理をしたりとかパーティーをしてます。確かに料理をしてる方の右側ですね。これはパスタもちょっと袋から出して瓶で収納しています。ゆめほさんは結構植物と、あと植物の鉢、結構こだわってらっしゃるということで、確かにそれぞれ違いますね。デザインとかも。そうですね、もうそれぞれ大きさとかもデザインも異なるものを選んでいて、選ぶ基準としては重厚感のあるものを選ぶようにしています。まずこの植物、はい、これどうなってるんですか？これはセロームっていう植物なんですけど、もともと購入した時はここの幹から3本生えていたんですけど、ちょっと老化してしまって栄養を与えたところ、この脇から生えてきて、ちょっとこれはこれで面白いかなっていうので、ちょっと低めの植物としてソファーの横に置いています。地球上探してもこんな生え方してるセロームないんじゃないですかね。あとはこの鉢も縦のラインが入っていて、ちょっと重そうに見えるんですけど、持ってみると意外と軽くて持ち運びしやすいものになってます。こちらもセロームになるんですけど、この鉢はスタンダードプロダクトで購入したものと、あとはアクタスで購入したココナッツの上にかぶせています。僕、栄養剤使ったことないんですよ。なんか変わります？なんかこのうちがちょっと日当たりがあんまり良くないので、日光に浴びせるタイムがない時はこのもう栄養剤を頼っています。
で日光に浴びなくてもやっぱ栄養剤あげてると、はい、その元気がなくならないというか、やっぱそうですね、保ってくれます。はい、あ、そうなんだ。これがさっきのセロームと同じところで購入したんですけど、東京の練馬区にある尾崎フラワーパークっていう場所で購入しました。植物だけではなくてこの鉢とかもいろんなサイズ感だったりデザインのものが多くあって、どんな家にも合うのかなと思います。あとはじゃあ最後この寝室のこれは何の植物ですか？植物ウンベラータになってまして、これは IKEA で購入しました。もともとの大きさがこれぐらいの高さだったんですけど、1年経って成長してこの高さまで葉っぱもボリューム感が多くなってます。プランターは自由が丘の移転ショップで購入しました。いろんな植物屋さんというかショップ出てきたと思うんですけど、はい、なんかどこがこう総合的に見てはい、こうおすすめというか何かあったりします？一番はでも尾崎フラワーパークが一番、種類もありますし、それの植物に合わせてプランターも選べるっていうのがすごく魅力的かなと思います。まあ今回ちょっと一通りね、はい、こういろんなお部屋について紹介をしていただきましたけれども、はい、普段由美穂さんのお部屋を今後見たい方は何か SNS とかをチェックすれば見れますか？そうですね、基本でインスタグラムとツイッターではライフスタイルを発信してるんですけど、今後ちょっと TikTok でインテリアも発信していきたいなと思っているので見ていただけたら嬉しいです。 YouTube はゆるくやってるんですよね。はい、今後できたらなと思ってます。そうなんですね。じゃあ気になる方はぜひ、はい、YouTube とか Instagram、TikTok、はい、X、はい、はい、全部やってますので気になる方はぜひチェックしてください。はい。